皆さんこんにちは、リコです。本日もご視聴ありがとうございます。今日は大事なお話をしたいと思います。皆さんもご存知の通り、世界中でも猛威を振るっているコロナウイルスですね。そのことについてお話ししたいんですけれども、まずは医療で働いている方、本当にありがとうございます。本当に怖い思いをして、多分皆さんも自宅でね、お仕事をしないでいたいでしょうに、ね、で自分のことも自分の家族もその周りもリスクを負いながらも人を助けるってもう本当にありがとうございます。その上で私たちができることを本当に考えていかなきゃいけないなと思って、そのことを考えて今回のビデオを、作っています。ね、上から目線で何言ってんだって思われる方もいらっしゃるでしょうけれども、本当に大事なことだからそれをお伝えしたくて、私はちょっと嫌な言い方もするかもしれないけれど現状をお話ししたいと思います。まずイギリスの現状ですね。私は、今現在イギリスに住んでいるんですけれども、23日にロックダウンがあって、もう外出禁止令が出ました。自粛ではなくてもう禁止令です。なので、大切な本当に生活必需品ですとか食料を買いに行く以外の目的での外出はもう禁止されています。なのでお友達と遊びに行くとかそういったことはできませんね。まず一番最初にロックダウンでのイギリスでの影響、一番大きかったのはやっぱりパニック買いですね。パニック買いで本当に多分日本でももう起こり始めていることだと思うんですけれども、ロックダウンが起こる1週間以上前かな、ちょうど自粛要請が出た時からもうパニック買いが始まりましたね。この、画像とか動画、そんなに私撮っていないんですけれども、これは、私が3月17日に、近くのスーパーにテスコという結構大きいスーパーがあるんですけれども、スーパーに買いに行った時の状態です。今現在、今日は3月28日なんですけれども、今現在は、入場規制というかお店の外に並んで、1メートル以上離れた状態で本当に1人ずつ並ばされてちょっとずつ入っていく。でお買い物をする時も距離を取りながらお買い物をするという形になっているんですけれども、今はだいぶストックがあります。というかもともとストックはあるんですけれども、皆さんがパニック買いをしたためにこういった状況になってしまうっていうことですね。これによって何が引き起こされるかって、まず本当に必要な人が買えない。であとゴミの量も結局食べきれない量をみんな買っちゃうから、パニック買いでとにかくストックしていこうと思って買うけど結局食べきれないで捨てちゃう。でやっぱりそのレートが実際多く出てるんですね。それが増えてるから結局意味がない。で本当に必要な人に手に届かないのにゴミに捨ててしまう、そんな意味わからない負の連鎖はないですよね。で日本のニュースでも多分取り上げられてたと思うんですけれども、48時間のシフトを終えた看護師の方がもう本当に野菜も果物も何もない状態で終えた後にスーパーに行った後に何も買えない状態でもうすごく泣いていらっしゃる動画をアップロードしていたんですけれども、本当にまさにその通りで赤ちゃんのおむつだったとか本当に必要なものが買えない。分かるんですけど、みんな不安になって買えなくなるかもしれない。でもそれはパニック買いが起こるから買えないのであって、ストックは十分にあるというふうに政府は言っているのにもかかわらず、そういうちょっと自分勝手な人たち、気持ちはわかるんですけどね。でもそういった自分勝手な気持ちを優先してしまうと、そういった負の連鎖が起きるので、それはやめましょう。であとこのロックダウンによって全てのレストランやパブ、バー、ほとんどのショップですね、雑貨屋さんですとかそういった普通のお店がもう全て閉まっています。今やっているのはおそらくというかファーマシー、ドラッグストアですね。薬局と病院とあとはスーパー、食品など売ってる本当にそういった生活必需品が買える場所しか、オープンしていません。
あとフライトですね。飛行機の状態なんですけれども、ブリティッシュエアウェイズさんとか、あとバージンアトランティックさんとかといった大手の会社はもう 90% のフライトを、キャンセルもしくは減らしてやっていらっしゃいますね。で、ローコストのライナーエアとかイージージェットなどはもう今週中に全てのフライトをしないと飛ばないというふうにプランしているそうです、ね、多分もうなくなると思います。大変だな。そして、もう一つの問題としては、ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力の増加ですね。これはもともと家庭内暴力の問題がある方、もしくはもともと何か問題があって自分の居場所がない子だとかない方だとかそういった方もいらっしゃると思うんです。なんですけれども、こういった外出禁止令も自粛ではないので、禁止令が出たことによって、余儀なくその生活をする。でホットラインの方も一応充実はしてはいるんですけれども、今医療やセラピストなどは本当に手一杯な状態で、特にそういった状況の難しい状況の方だったらお家からそういったセラピストの方にお話をするとか、そういったことすらも難しいだろうと言われているんですけれども、でもこの状況も自分が被害者にも加害者にもなれてしまうっていうこの状況では、ちょっと言い方悪いけれどもそちらの方は優先されてしまう、本当にちょっと仕方のない状況だから、学校だとか会社とかがよりどころだった方、もしくは子供を預けてた方とか本当にいろんな状況の方いらっしゃると思うんですけれども、もう全てを見たとしても、今のこの状況でも自分のでは大切な人、もしくは自分、もしくは全然知らない方、友人、誰でもを危険に侵しますかっていう質問になってしまいます。それでイエスと答える方はそうなさるでしょう。でもほとんどの方がノーと答えるはずです。なのでそこはちょっと苦しいところではあるんですけれども、皆さんが意識をしていかなければいけないところだと、私は思います。ちなみに Worldometer っていうサイトで今日とか昨日とかも全世界のコロナウイルスにかかった方、治った方、そして死亡してしまった方の数が見られるんですけれども、今日だけですね、今日だけでまず世界中で、死亡している人数は3万360人です。で、今日だけですと日本は死亡者はいらっしゃらない。イタリアなんかはもう毎日900、もう1日の死亡率が900人を超えているので、昨日の時点でそうですね、今日ももう889人亡くなっています。すごいな、これはひどいな。なので、日本ではまだ外出を自粛しようという形だとは思うんですけれども、多分これはもう時間の問題だと思います。でも本当に見てわかるように人事ではないことなので、みんながこれを意識をして行かなければいけないことだと思うんですね。なので結構お見かけしたんですけれども、国も状況も全てが違うから一概に比べるのは良くないけれども、空いてるからどこかに遊びに行くとかそういったことは自分の楽しみを優先したい気持ちも分かるんですけど、でも今はその時じゃない。イギリスの政府も今はもう自己満足の時ではないともうはっきり主張してらっしゃいますし、本当にそうだと思います。本当に数日前にイギリスでロックダウンがあった後に海に行って56人ぐらい、5人だったかな、5人で海に行ってお酒を飲んでってことをしてる人たちがいましたけど、罰金化されていましたね。もう本当にそれぐらい危ない。もう今はホリデーの時期じゃないと言ってるのにもかかわらず、特に若い人はあまり重く捉えていないんですけれども、一番今の時点でイギリスで最年少21歳の女性が、亡くなっています。その方は疾患も何もない状態で本当に健康そのものな状態だったらしいんですけれども、コロナウイルスで残念ながら亡くなっています。なので
自分は疾患がないから大丈夫、他に病気がないから大丈夫、自分は若いから大丈夫と思っていると本当に怖いです。ちょっとごめんなさい、大事な話なのでちょっと暗く言って暗いトーンで言ってしまってるんですけれども、本当に大事なんで。中にはお子さんいらっしゃる方、特に日本では私もニュースとか見ててとか、友達とかからいろんな方の話を聞いて子供が外に自由で遊べないと、ね、運動を外ですることができないと、確かにそれは大きなことだし、一日中お子さん、特に育ち盛りのお子さんとかと本当に24時間一緒にいるのは大変でしょう。本当に大変だと思います。遊び盛りでね、外に出られなくてストレス溜まってるでしょうし、でも今はみんながそれを理解しなきゃいけないと、この状況を理解しなきゃいけない時であって、それでもし子供がウイルスにかかってしまったら誰も責任取れないじゃないですか。そこを考えていく、そういう根源を考えていかないと確かに子供がかわいそうっていうのは分かる。でも今はお家でできる楽しいことを考えてやるっていうことをなんていうのかな、目標というか、そういう時期だというふうに言ってみてはいかがでしょうか。できることですね。特にそういったことでお子さんの運動不足が不安だとか、そういった方は今はもうインターネットっていう大事、もう本当に便利なものがあるので、それで今たくさんのプロの方がお家でできる跳ねない運動とかジャンプとかしない運動とかそういったものをもうシェアしてくださってるので、そういうのを有効活用しましょう。でなるべくお家で、あとはお家で楽しく遊ぶ、運動をする、どうやったらそういう風にできるかっていうクリエイティビティを増やしていく、だから楽しいことを考えてやる、それが私たちにできる一つのことだと思います。で、2つ目、とにかく不要の外出をしない。本当に大事な食べ物、食料ですとか生活必需品のお買い物でない限りは外を出歩かない。そういうことを本当に、なんでそんな大げさに言ってんのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、本当にそれだけこっちは大変な状況なんですね。変な話、日本よりも今すごく大変な状況です。たくさんのビジネスが追い込まれていて、いろんな人が病気で苦しんでて、何よりも医療で働いてる方が本当にもう死に物狂いで人を助けようと、でも自分の健康管理もままならないまま、そういった食べ物が買えないとか、そういったままならないままやっている、もうこの負の連鎖を本当にあるものとして現実として受け止めないといけないことだから、そこはちゃんと皆さんで自負していきましょう。で、あともう本当に旅行なんてもってのほかです。お仕事で行かなきゃいけない方は別です。でも今空いてるから、安くなってるからっていう理由で旅行とか遊びに行く、ちょっと遠出するとか、なんかね、アミューズメントパークとか遊園地とかそういった場所に行くとか、もうそういったのもう自分の楽しみを優先してしまってはダメです。本当にそんなこと言ってる場合じゃない。このウイルスは本当に怖いので、先ほども言ったように自分が被害者にも加害者にもなれてしまう、そんな状況を考えた時に楽しみの方を優先するって、それは良くない。それはおかしいと思う。でこういう発言をすることによって、じゃあ旅行会社で働いてる方とかそういった、ビジネスに本当に大きく影響することは分かっているんですけれども、現に今ロックダウンが起きている国にいる私が言ってるんです。だからごめんなさい、ちょっと厳しい、ちょっと嫌な言い方になってしまったけれども、私ももう毎日いろんなニュースを見てて、皆さんも嫌なニュースばっかりだと思うんです。コロナウイルスのことでどんどん良くない方向にしか動いてないのを見てて、すごくストレス溜まると思うんですけれども、健康なうちに自分ができる時にできることをするっていうことが大事だと思います。あと一番大事なこと、手洗い、うがい。マスクもそうだけれども、一番効果的なのは手洗いとうがいです。手洗いをする際は20秒間洗うのがいいと言われているので、バースデーソングを2回歌うのが一番、ちょうどいいと言われていますね。私はよくやっています。Happy Birthday to Me と歌いながらいつも本当に手が荒れるぐらい洗っています。うがいもね。でもそれが本当に大事なことだからやります。
こうした本当に小さなことが全てが自分のことを守って、自分の大切な人も守って、自分の周りにいる人も助けること、そして医療で働いている方を助けることにもつながります。なので本当に皆さん苦しい時期だとは思うんですけれども、皆さんで頑張って乗り越えていきましょう。イギリスでは特にボランティア今すごく増えていて、高齢者の方で一人で暮らしの方とかに本当に生活必需品を届けてあげるデリバリーではないですけれどもみたいなことがものすごく増えています。あとはクリエイティビティを増やすことですね。お家で何ができるか、なるべく楽しいことを考えて、も毎日皆さん嫌なニュースとか本当に気持ちが沈むようなニュースばっかり見てらっしゃると思うので、その中でもなるべく、もう病は気からですからなるべく楽しいことを考えて、その中で何ができるか、でもそれを考えてやっていく、それがまた大事だと思います。今は幸いネットがありますから、お家でできる楽しみはすごく昔に比べたら増えてると思うので、それを有効活用していきましょうっていう、ちょっとあまりいつもみたいに楽しい動画とはちょっと違ったんですけれども、大事なお話なのでさせていただきました。この動画を見てくださってありがとうございます。皆さんで頑張って乗り切りましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。